皆さん、こんにちは。今日は私たちの日常生活で直面する様々な悩みやストレスに対してどのように対応すればよいのかを教えてくれる一冊をご紹介します。その本は反応しない練習あらゆる悩みが消えていくブッダの超合理的な考え方です。この本は仏教の教えをベースにしながらも現代人にとって非常に実践的で心の平穏を取り戻すための具体的なアプローチが詰まっています。私たちは日常生活で多くのストレスや悩みに直面し、その度に心が乱れがちです。しかし、本書ではブッダの教えに基づいて反応しないことがいかに効果的であるか、そしてその方法をどのように実践すればよいかがわかりやすく解説されています。この動画では反応しないことがなぜ重要なのか、そしてそれがどのように悩みを軽減し、より充実した人生を送るための鍵となるのかについて詳しくお伝えします。最後にはこの本を購入する方法についてもご案内しますので、ぜひ最後までご覧ください。第一章反応しないことの重要性。まず最初にこの本の核心となる反応しないことの重要性についてお話しします。私たちは日常の中で様々な出来事に対して無意識に反応してしまいます。例えば職場でのトラブルや人間関係の摩擦、日常の些細な出来事などに対して瞬時に反応し、感情が揺れ動くことがよくあります。このような反応は時に不必要なストレスや悩みを引き起こし、心の平穏を奪ってしまいます。著者はこの反応することが私たちの心を乱す原因であり、これをコントロールすることで悩みやストレスを大幅に軽減できると説いています。反応しないことは単に感情を抑えるのではなく、物事に対して冷静に対処する力を養うことであり、それが心の安定につながるのです。さらに反応しないことがなぜ重要なのかを理解するためには、仏教の教えに目を向ける必要があります。ブッダは、すべての苦しみは心から生まれると説きました。私たちが何かに対して強く反応することで、その感情が増幅され、苦しみや悩みが生じるのです。したがって反応をコントロールすることは、心の平穏を保つための第一歩であると言えるでしょう。第2章反応しないための具体的な方法。次に反応しないための具体的な方法について解説します。本書では反応をコントロールするためにいくつかの実践的なテクニックが紹介されています。これらのテクニックを日常生活に取り入れることで、私たちはより冷静に物事に対処できるようになります。1、マインドフルネスの実践。反応しないための基本的なテクニックとして、マインドフルネスが挙げられます。マインドフルネスとは、今この瞬間に集中し、過去や未来にとらわれずに、現実をありのままに受け入れることです。マインドフルネスを実践することで、私たちは目の前の出来事に対して冷静に対応することができ、感情的な反応を抑えることができます。著者は、マインドフルネスの実践が反応しないための重要なステップであると述べています。例えば、呼吸に意識を集中させるシンプルなマインドフルネスの練習は、心を落ち着かせ、冷静な判断を下すための基盤を築くのに役立ちます。日常生活の中で、ちょっとした隙間時間にでも、この練習を取り入れることで、反応しない習慣を身につけることができます。2、距離を置く。もう一つの重要な方法は、出来事や感情に対して距離を置くことです。何かに強く反応してしまうと、その事象にとらわれてしまい、冷静な判断ができなくなります。そこで意識的に距離を置くことで、自分自身を客観視し、感情に左右されずに対処することが可能になります。具体的には、何かストレスを感じる出来事があった時に、その場で即座に反応するのではなく、一旦時間を置いてから考えるようにします。例えば、イライラしたり、怒りを感じた時に、すぐに言い返したり反論したりするのではなく、まずは深呼吸をして、少し時間を置いてから対応するという習慣をつけることです。これにより、感情的な反応を避け、より冷静で理性的な対応ができるようになります。3、受け流す力を養う。反応しないためには、受け流す力を養うことも重要です。私たちは日常の中で多くのことに対して反応しがちですが、すべてに真剣に向き合う必要はありません。特に些細なことや自分にとって重要でないことに対しては、受け流す力を持つことで無駄なストレスを避けることができます。著者はこの受け流す力を鍛えるために感情のスルー力を高めることを推奨しています。スルー力とは無駄なことにエネルギーを使わず、自分にとって本当に大切なことにだけ集中する力です。例えば他人の批判やネガティブなコメントに対して過剰に反応するのではなく、それを受け流してしまうことで自分の心を守ることができます。第3章反応しないことがもたらすメリット。次に反応しないことがもたらす具体的なメリットについてお話しします。本書では反応しないことによって私たちの生活がどのように変わるのかが詳しく解説されています。1、ストレスの軽減。まず反応しないことで最も大きなメリットはストレスの軽減です。日常生活の中で私たちは多くの出来事に対して無意識に反応し、その度にストレスを感じています。しかし反応しないことでこれらのストレスの多くを回避することができます。
ストレスが軽減されることで、心身の健康が保たれ、より充実した生活を送ることができるようになります。2、人間関係の改善。反応しないことは、人間関係の改善にも大きな影響を与えます。感情的な反応を抑えることで、他者とのコミュニケーションが円滑になり、対立や誤解を避けることができます。特に、職場や家庭などでの対人関係において、冷静で理性的な対応ができるようになることで、より良い関係を築くことができます。3、内面的な平穏。さらに、反応しないことで、内面的な平穏を得ることができます。外部の出来事に振り回されることなく、自分自身の心をコントロールできるようになると、心の安定感が増し、日常生活においても落ち着いて過ごすことができます。この内面的な平穏は、幸福感や満足感を高める重要な要素です。第4章反応しない練習の実践例。ここでは反応しない練習をどのように日常生活に取り入れるか、その実践例をいくつかご紹介します。これらの例を通じて反応しないことがどのように生活に良い影響を与えるかを実感していただけるでしょう。1、職場での練習。職場ではストレスフルな状況や対立が発生することがよくあります。このような場面で反応しない練習を取り入れることで、感情的な対立を避け、冷静で理性的な判断を下すことができます。例えば、会議中に自分の意見が否定された時や、上司からの批判を受けた時に、すぐに反論するのではなく、一旦考えてから、冷静に対応する習慣をつけることが重要です。2、人間関係での練習。家庭や友人との関係においても、反応しない練習は有効です。感情的な言葉や行動に対して即座に反応するのではなく、一度距離を置いてから対応することで、関係が悪化するのを防ぐことができます。例えば、家族との口論が始まりそうになった時に、深呼吸をしてから冷静に話を聞くことで、無駄な対立を避け、建設的なコミュニケーションが可能になります。3、日常生活での練習。日常生活の中でも反応しない練習を取り入れることで、小さなストレスを減らすことができます。例えば、通勤中の混雑や交通渋滞にイライラしがちな場合、反応しないことを意識することで、ストレスを軽減することができます。また、SNS でのネガティブなコメントやニュースに対しても、反応しない姿勢を取ることで、心の平穏を保つことができます。第5章反応しない練習を続けるためのポイント。最後に、反応しない練習を続けるためのポイントについて、お話しします。この練習は、一度身につけたら終わりではなく、日々継続することが重要です。本書では、そのための具体的なアドバイスがいくつか紹介されています。1、小さなステップから始める。反応しない練習を始める際は、いきなり大きな変化を求めるのではなく、小さなステップから始めることが大切です。例えば、毎日数分間のマインドフルネスの練習を取り入れることや、日常の些細な出来事に対して、冷静に対応することを心がけるだけでも、少しずつ反応しない力が養われていきます。2、習慣化する。反応しない練習を習慣化することも重要です。習慣化することで、意識的に反応をコントロールすることが自然にできるようになります。具体的には、毎日のルーチンの中に反応しない練習を組み込むことが効果的です。例えば、朝起きた時に深呼吸をして一日のスタートを切る。夜寝る前にその日の出来事を振り返り、反応しなかった場面を確認するなどの習慣をつけると良いでしょう。3、自己評価と改善。反応しない練習を続けるためには、定期的に自己評価を行い、改善を図ることが大切です。自分がどの場面でうまく反応をコントロールできたのか、またはどの場面で反応してしまったのかを振り返り、次回に生かすための対策を考えることが重要です。自己評価を通じて反応しない力をさらに強化することができます。結論、反応しない練習あらゆる悩みが消えていく。ブッダの超合理的な考え方は、現代社会で生きる私たちにとって非常に実践的な一冊です。ブッダの教えに基づく反応しないという考え方は、日常生活における多くのストレスや悩みを軽減し、心の平穏を取り戻すための強力なツールとなります。私自身、この本を通じて、日々の生活の中で、どのように反応をコントロールし、心の安定を保つかを学びました。この本は、忙しい現代社会で、心の平穏を求めるすべての人にとって、非常に有益なガイドとなるでしょう。ぜひ、この本を手に取って、あなたも反応しない練習を始めてみてください。そして、日々の生活の中で、その効果を実感してみてください。この動画が少しでも役に立ったと感じたら、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。